は。こんにちは、お久しぶりです。久しぶりです。友達のミサちゃんです。はい。東京力車の大利美里です。よろしくお願いします。よかったら浅草の人力車乗ってみませんか。お願いします。乗りましょう。はい。こちらがフェラーリになります。はい、浅草のフェラーリです。1、2の3で上がってください。はい、ベルトします。はい。じいちゃん。おお。こんにちは。気持ちいいですね。まだイチョウの木がちょっと残っている感じ。そうですね。YouTuber の方がいるんですけど、私の先輩で人力車を例えば日本列島を走ったりとかアメリカのルート66走ったりする先輩がいるんですけど、でその先輩が人力車の面白さを教えてくれて、でその仕事私もしてみたいなって思って始めました。人力車の魅力は一番はやっぱり乗ってくれるお客様がすごく笑顔になってくれたりとか、本当になんか笑ってくれるのが私はすごくハッピーな気持ちになるので、それが一番の魅力かなって思います。浅草発祥の醤油ラーメンとかあります。それもありますね。食べ物に詳しい。そう大食いだからもう毎日違うお店行って食べてたので、うなぎのお店とかもあります。川沿いにもうなぎ屋さんあります。なので川を見ながら食べれる感じ。いいです。情熱があればね、ちょっとでも伝わるのかなとは思ってるんですけど、やっぱり浅草のガイドを聞きたい方とかには英語が上手な車夫もいるので、一番上手な車夫にお願いしたりとか、私でもよかったら精一杯気持ちを込めてご案内させてもらってます。この坂がちょっと力入れてやってます。それかお尻ここで引いたりとか。でも全体的に言うとそんなに辛くはないんですね。そうですね。なんかやっぱりコツつかめばタイヤが大きいので、なんか低くしたら軽くなりますし、高くしたらちょっと重く感じるかなって。ここでテコの原理使って。おはようございます。ありがとうございます。ありがとうございました。もともと私が始めた時は男性が多かったんですけど、やっぱり今うちの会社で TikTok やインスタグラムとか発信していて、女子もできるんだって、女性の方もできるんだってなってもらって、最近は募集が集まったりとかして、今は16人くらい女性車夫がいます。男性車夫も女性車夫も違った面白さがあるかなって思うんですけど、どうなんでしょうね。女性車夫の方が柔らかくは見られるのかなって思います。例えばなんか親子のお客様とかは女性車夫がいいって言ってくれたりとか、やっぱり強みは柔らかさかなって思います。私は研修2ヶ月くらいやってからデビューして車夫になったんですけど、やっぱり結構研修期間が厳しくて、やっぱりお客様乗せるまでの間にはしっかり研修しないといけないので、その時必要だったのはもう安全運転ができるかっていう、安全運転がまず第一で、第2も安全運転、第3も安全運転って言われるくらい、お客様の命を預かっているので、まず安全運転、あとはお客様をどれだけ楽しませるかっていう、やっぱガイドですね。知識、浅草の知識があるかとか、浅草の有名なお店を知ってるかとか、結構ちゃんとおすすめができるのかっていう知識と運転技術が必要かなって思います。卒業検定もあって実技試験と筆記試験があるんですけど、それもちゃんと合格したらデビューできるっていう感じです。ちゃんと安全運転できるかが本当に大事なので、先生は厳しく指導してくれてっていう感じですね。人力車が好きだから頑張れるかなって思います。私はもともと小学校の時の将来の夢は女優さんだったんですね。でタレントのお仕事はずっと続けてて、なんかテレビのお仕事とかももっと若い時してたりとかしたんですけど、今はすごい人力車の魅力を知ってしまったので、この会社がもっともっとみんなに知ってもらえたらいいなとか、観光しようってなった時に東京力車に乗りたいって思ってもらえるように頑張っていきたいなって、結構今の目標なんですけど、
目の前の仕事を頑張りたいなって思ってます。先にどうぞ。ありがとうございます。失礼いたします。失礼いたします。撮影の仕事は大好きなので、自分でやっぱり撮影のお仕事したりとかするんですけど、でも主には人力車の方を頑張っています。お休みの日は私は週6人力車のお仕事してて、週1お休みなんですけど、撮影のお仕事やっぱり好きなので、撮影のお仕事に出かけたり、それか、プライベートだったら、昨日だとちょうどゆっくりできたんですけど、横浜に行ってクリスマスマーケット今やってるので、ちょっと回ってみたりとか、たまにお出かけもします。そこはハンドクリームが365種類あります。自分の誕生日の日のハンドクリームがあるということです。365日分あるので、自分の好きな日にち、誕生日でもいいですし、選んでもらって買えます。お、赤になっちゃう。安全運転大事ですね。大事でございます。止まってきましょう。止まってきます。結構着物レンタルのお店が多くて、着物も3000円くらいで借りれたりとかするので、みんななんか着物が映えそうな場所で写真撮ったりとか、やっぱり食べ歩きしたり、人力車乗ってみてくれたりとか多いですね。結構体力勝負って思われるんですけど、やっぱりそのタイヤが大きいので、あんまり力使わずにもうテクニックで走れたりとか、ただやっぱ走る仕事なので体力はないとですね、研修の期間に毎日1000円いただけるんですね、会社から。でこの1000円でお店を勉強してきてって言われるので、いろんなお店に毎日日替わりで行って、いろんなところで食べて学んで、それをお客様に伝えてみたいな感じで、ここおすすめですよとか、ここのとんかつのこの味が美味しいですよとか紹介してます。私はおばあちゃんになるまでかなって思ってて、なんか素直にそう思うんですけど、例えば腰が痛くなっちゃってとか、もう体が痛くてとかだったら続けられないかもしれないですけど、それがない限りは、体が壊れないまでは頑張りたいなって思ってます。戻ってきちゃいました。あっという間でしたね。楽しいんですよ、私は。姫、ありがとうございます。お姫様気分どうですか？お姫様になったみたいな気分です。私もお姫様になりたくて人力車乗ってます。ただいま。ただいま。到着です。はい。123、よいしょ。貴重なお時間ありがとうございました。それでは123で降りてください。今日は貴重なお時間ありがとうございました。浅草は楽しい場所たくさんあるので、もっとねお見せしたい場所いっぱいあるので、またお待ちしてます。ありがとうございます。